こんにちは、さいとうなおきです。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。色使いが華やかでかっこいいイラストですよね。りのまるさんの作品で、タイトルは大倍通り。最近高校の文化祭のポスター案で制作したイラストです。文化祭のテーマが大倍通りということで、全体をピンク色でまとめつつ仲間と協力しながら楽しんでいる男子を描きました。イラストの全体の統一感を出すためにピンク色でまとめましたが、学校の先生にどこを見ればいいのかわからない、見栄えがしないと言われてしまい、 X に投稿したところ、思いのほかいいね数もつかなくて悩んでいます。私のイラストは色や雰囲気は違えど、このような色のまとめ方が多いので見栄えがせず、人の目にも止まりづらいのではないかと思い、プロの方からの目線が欲しく助言をいただこうかと今回応募させていただきました。今回の悩みの他に直した方がいい部分がありましたら、どんどんと添削をお願いします。スパルタでお願いしますとのことです。はい、ということですね。大倍通りっていうのは字の通り、桜、梅、桃、すももを表していて、仏教ではね、他人と比べないでオンリーワンの花を咲かせようぜみたいな意味の言葉ですよね。はい、まずですね、とっても描写力がある方だなと思いました。細部のね、書き込みは十分すぎるほど書き込まれていますし、それぞれね、こだわりも見えます。なんか目のこの下の部分をぷっくりさせたいんだなとか、あとは色っぽさを出すためにこう艶を書き込んでいきたいんだなとか、細部へのこだわりとても素晴らしいと思いました。でですね、じゃあこのイラスト何が問題なのかというと、この場合にはですね、りのまるさんの学校の先生のコメント、かなりね、的を射ている意見だと思いました。どこを見ればいいのかわからないから見栄えがしないっていう意見でしたが、僕もね、その通りだと思いましたね。スパルタ希望ということで結構はっきり言っちゃってますが、大丈夫ですか？大丈夫ですよね。はい、いきますよ。りのまるさんの絵の問題、一言で言うとですね、りのまるさんのこだわりのポイントがこの絵の主題を邪魔しちゃっているっていうことだと思います。はい、でですね、これは結構ありがちです。この絵の主題はここっていう部分がしっかりとあるのに、私はここが描きたい、ここを強調したいっていう部分がその主題の部分を押しのけてしまっていてですね、それが原因でどこ見りゃいいのっていう印象になってしまっているんです。ただね、りのまるさん、へこまないでください。あなたはですね、書く力も十分ありますし、主題もちゃんと設定できています。ただね、いかんせんこう自我が強い。その自我をちゃんとコントロールして、この絵はこう見せようとバランスを取ることさえできれば、自分でもね、信じられないぐらいレベルアップできると思います。今日はそのポイントについてお伝えしていきます。はい、じゃあですね、この絵の主題は何なのか、そりゃあもうここしかないでしょう。はい、ガシッとね、友人と重ねているこの腕です。はい、僕ね、ちょっと笑っちゃったんですが、めっちゃ傷だらけで殴り合った形跡があるのに、これ返り血ですよね。はい、もうね、顔とかも結構血だらけ、かすり傷だらけですね。こういう殴り合った形跡があるので、めっちゃ複数人と喧嘩した後なんだと思うんですが、りのまるさんのコメントはですね、仲間と協力しながら楽しんでいる男子を描きましたっていう。いやー、喧嘩もですね、綺麗な言い方をするとこういう言い方ができるのかってね、僕は普通に感心しました。はい、センスありますね。で、話戻しますね。僕がりのまるさんの絵で主題を邪魔している大きな原因として、この部分があると思うんですね。ここです。はい、今変えたのはですね、この腕のライティングです。ちょっと前に戻しますとですね、さっきの状態こんな感じなんですが、桜の木が上にあるから、そこから木漏れ日が落ちて複雑な形の影が入っているっていうのはわかるんですが、影がですね、こう引いてみるとシャープすぎるので、めっちゃですね、そこに目がいっちゃうんですよね。木漏れ日を描きたいっていう気持ちはわかるんですが、あんまりこう全体的に入れてしまうと、絵がですね、ちょっとこうガチャガチャっとしてしまって形を認識しづらくなってしまうので、ちょっとね、分かりづらくなってしまうんですね。なので入れ方は加減した方がいいと思いました。はい、でガシッてやっている相手の腕の大きさも調整していきます。
こんな感じです。ここのポイントは相手の腕も大きくすることと、主人公の腕と明るさを変えてあげることです。添削前は明るさが同じだったので、ちょっとね同化してしまっていまいち見えづらかったっていうのがありました。なのでこの腕は手前にある誰かの腕なんだよっていうことを分かりやすくするためには、明るさを少し暗くして手前に来ている感じが分かりやすくするといいですね。で、腕をぐっと前に突き出した感じをもう少し強調するためにですね、こうします。はい、頭の位置を少し下げました。こうすることによって、ほら分かりますでしょうか、少しね顔と腕との距離を表現できるので、腕を前に出している感じがしますよね。あと単純に顔がちょっと上すぎると構図的にねあんまり顔が目立ちませんので、それも踏まえて少し頭を下げてあげるといいと思います。はい、体の位置も下げたので、ちょっとね途切れてしまった部分がところどころあります。補完していきますね。はい、こんな感じです。体もですね、さっき言ったようにこの影の形がシャープすぎて、そこにね目が吸い寄せられてしまっている感じがありました。なのでこのように木漏れ日のニュアンスは残しつつも、もう少し影をぼやかしてあげるとキャラクターを邪魔しすぎずにいい感じに見えると思います。さあ、奥のピースサインも調整します。はい、ここも同じことが言えますね。木漏れ日の光によってピースサインが分かりにくくなってしまっていました。なので全部逆光でもいいですし、一部光を当ててあげるでもいいですが、どちらにせよあまり複雑な影を落としすぎない方が形が分かりやすくなると思います。はい、プロの目線から助言が欲しいということでしたが、今まで聞いていて分かったと思います。プロのイラストレーターが一番大事にする要素の一つに分かりやすさがあります。このね、分かりやすさ、形の分かりやすさにはすごくね気を使うと覚えておいてください。あとはライティングで言えばここもそうでしょうか。はい、後頭部の髪の毛、ここも明るくしてあげると、この手前に出している腕との距離が分かりやすくなりますので効果的だと思います。はい、それと同様に細かいところですけどね、ここもそうです。はい、この首の後ろの部分ですね、ここも明るくして相手との腕の距離を強調しました。だいぶどこを見ればいいのか分かりやすくなってきたのではないでしょうか。さて、ここからはね顔も調整したいんですが、一旦ね顔は置いといて背景に行きます。僕が一番気になっていた要素にこの画面の上部のこの桜がありました。これがですねちょっと普通に邪魔なんですよね。最初の状態に戻しますが、この桜のせいでこの腕も見えづらくなってるし、顔も見えづらくなってしまっていました。確かにねタイトルに大倍通りってね桜の文字が入っていますが、冒頭でも言ったようにこの言葉はオンリーワンの花を咲かせようって意味です。なのでこの少年自体がね桜であり、相手は梅、もしかしたら喧嘩相手が梅とスモモだったのかもしれません。なのでことさらにね桜だけを無理に強調する必要はないので、上の桜はねもう取っちゃってもいいかなと思いました。ただこの主人公が桜を象徴しているんだとしたら、この手前じゃなくて背景に桜を描いてあげてもいいかもしれません。例えばこんな感じ。はい、ごめんなさい。ですね、桜を描く前に一旦背景を青くしました。作者さん、色使いの見栄えのしなさを気にされていましたが、おそらくこれはですね、赤系統で統一しすぎているっていうのもあると思います。赤とかピンクとかの綺麗さを引き立たせるためには、少しだけでも青が入っていると
赤が引き立ちますので覚えておいてください。でその上でこうです。はい、桜を描きました。ほら、青は入っていますが、画面全体で見た印象はピンクでしょ。桜だからピンク一色で仕上げなければいけないって思ってしまう人は多いかもしれませんが、そうではありません。画面全体でピンクい印象が保てていれば、青が入っていようが紫が入っていようが構わないんですね。あとですね、めっちゃ細かいんですが、この後ろをですね、四角く切り抜くのはまあいいんですが、これって意外とそこまで見た目が良くならないです。絵がですね、こうちっちゃく見えてしまうんですよね。もちろんね、背景から人物をこう切り離して表現したいっていう意図もあると思うので、その場合にはですね、このように縦はぶち抜きで背景が入っているんだけど、横方向に少し狭めてトリミングされているみたいな見せ方もいいと思います。この方が絵が伸び伸びと入っていて、でなおかつキャラクターも背景から浮いている感じが出せますよね。さあ、では最後、顔の調整に移っていきます。まずはですね、手を上に上げたことでちょっとこう煽り構図っぽくなったことで、目、鼻、口の位置がちょっと気になるようになりましたので、少しね位置を調整します。はい、こんな感じでですね、僕がリノマルさんの顔を見てちょっと気になっているのが表面処理の濃さでしょうか。さっきね、木漏れ日の印象が強すぎるっていう問題もこれ共通して言えることなんですが、こだわりが前面に出過ぎていて、そのこだわりが鼻についてしまうレベルで目立ちすぎているんですよね。例えばこの目元をぷっくり強調するためのこのハイライトだったり、あとはこの頬の赤らみとか、あとはこういう傷とか、あとはですね、この顔にも木漏れ日が落ちていますので、それもちょっと顔の印象を崩してしまっていますね。そういう一個一個の表面処理が元の造形の良さを覆い隠してしまっているんですね。そうですね、元はいいのに化粧しすぎていて、元の良さを覆い隠している感じになっちゃっている気がします。せっかくね元がいいので、もうちょっとね薄化粧にしてあげてもナチュラルな感じもありつつ、単美さもありつつで、僕はいいと思うんですよね。その辺ですね、この表面処理の問題を解決していきたいと思います。ちょっと調整してみますね。まずはこの口元から。はい、こんな感じ。次は鼻周りと、あとは赤らみも少し取ります。こんな感じですかね。あとはこの目元はですね、ちょっと黒目がちに見えてしまっているので、なんとなく怖い感じがしますね。この辺も合わせて調整しますね。はい、こんな感じの変化です。目元はね、この目元のぷっくり感とか、あとは強めに入っているハイライトとか、こういうところを抑えめにして、目自体の造形が分かりやすいように調整しただけなんですね。表面処理を弱くしただけなんですけど、この変化、もうかなりね、元の絵がすごく良かったっていうことが分かりますよね。はい、それと髪の毛の色もちょっと潰れちゃっているので持ち上げます。はい、こんな感じで色を持ち上げつつ、髪の毛細部をね少し加筆していきます。はい、こんな感じですね。
あとは耳もね、もうちょっと大きい方が自然でしょうか。で最後、舞い散る花びらを画面手前に加えてもいいと思います。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて見比べてみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。ちょっとね、こう浮いていた表面処理が馴染んで、絵の内容、絵の主題、そしてこのキャラクターのかっこよさに目が行くようになったのがお分かりいただけるのではないでしょうか。はい、今回やったのはもうほとんど引き算ですね。画面に施してあった化粧を薄めてあげて、元の良さを引き立たせてあげただけです。二の丸さんはもともと持っている描写力、色のセンス、十分にある方だと思いますが、それがね、逆に邪魔をして絵の主題を覆い隠してしまっていたり、元の造形の良さを覆い隠すような形になってしまっていました。いや、まあね、こだわりが強いことって別に悪いことでは全然ないんですよ。ちょっとね、絵としてはとっつきづらい絵になってしまうんですね。こだわりの強さに振り回されすぎないように、この絵は何を一番見せたいのか、主題を明確にしてみてください。このね、引き算ができるようになれば、リノマルさんの絵のパワー、めちゃめちゃアップするはずだと思います。頑張ってください。応援しています。お知らせです。賞金総額300万円、早い者勝ち漫画レース熊猫杯。はい、ということで今回はKADOKAWAさんの案件です。なんだかね、変な漫画賞をやるっていうことで紹介してほしいっていうことなんですが、賞金総額300万円早い者勝ちっていうのがどういうことなのか、KADOKAWAさんからゲストの方が来てくださっているので聞いていきたいと思います。KADOKAWAのアパンダ編集部編集長の赤坂さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。アパンダ編集部編集長の赤坂です。はい。で、早速なんですが、編集長。はい。賞金総額300万円早い者勝ちってどういうことなんですか？通常の漫画賞って募集開始して応募期間が終了して、その後に編集部で選考があり、その中で受賞した作品の作家さんにご連絡をしたり、あとは紙面で発表したりみたいな流れで行っているんですけど、大体これが期間が数ヶ月だったり、長い時は半年くらいかかるんですね。ちょっとこれは遅いなっていう風に感じておりまして。遅いですか？はい。遅い。はい。はい。なので、もういい作品が応募されたら、もうその場ですぐ、この作品は5万円とか、この作品も20万円みたいな感じで、もうすぐに賞金を決めちゃって、リアルタイムで発表しちゃおうと。賞金総額300万円なんですけど、この総額の300万円に達したところで、この漫画賞終了です、みたいな、そういうちょっと速度感のある漫画賞をやってみようかなと思って、始めた賞ですね。めちゃめちゃ軽いノリですね。そうですね。ただ実はこの漫画賞を過去に2回行っているんですけども、合計でだいたい200作品くらい応募がありましたので、うちの漫画賞としては結構作品の多い漫画賞になってるんじゃないかなと思っています。意外と大丈夫そうな感じですね。実際にすぐにこう受賞される方っていうのもいるんですね。そうですね。最速ですと、応募してから3日後くらいには発表があったという方もいたんじゃないかなと思います。3日？早すぎません？なかなか前情報通りの変な漫画賞ですね。あとですね、こちらの資料を見ていると、他にいろいろなこう要素があるみたいなんですが、まず正式なタイトルが熊猫杯プロ2024って書いてあるんですけど、このプロって何なんですかね？今回は応募資格をプロの方限定にしようと思ってます。プロ限定、はい、なかなかハードル高いですね。そうですね。なんでこんな漫画賞にしちゃったんですか？この動画見ている人ってプロじゃない方が多いと思うので、もうほぼ全員応募資格ないと思うんですけど。そうですね。すいません。ただ過去2回この熊猫杯っていうのを行っていて、その時は誰でも応募資格があったんですけども、意外とプロの方も多く応募してくださっていて、なら一層ちょっと1回プロの方限定でやってみるのも面白いかなみたいに思いまして、どういう思いがあるかと言いますと、この漫画賞の応募方法っていうのがニコニコ漫画っていう漫画だったりイラストの投稿プラットフォームの方に、投稿する
るっていうところからスタートするんですけど、なのでいろんな方が作品を見られるんですね。知ってるプロの方がこんな漫画描いてるだったり、あとはプロの人が漫画賞の作品を描くとこういう感じになるんだっていうのを、みんなで楽しんで見てもらえるんじゃないかなと、っていう、書き手と読み手、両方回し込んだエンターテインメントみたいな賞になればいいかなと。はい、それ面白そうですね。あとですね、来年以降またこの熊猫杯やった際には誰でも応募できるような形にしようかなと思っているので、これからプロを目指す方たちは今回、応募された作品を見てこういう風に書けばいいんだとか、そういう参考にしてもらえればいいのかなと思って、こういう形で今回プロ限定という形にさせてもらいました。あと今回応募資格を厳しめにしたので、参加してくれた方には一律5万円の参加賞をお支払いするという形にさせてもらいました。一律5万円もらえちゃうんですか？はい。漫画賞でそんなの聞いたことないですね。そうです、ね。もうめちゃくちゃですね。はい。参加賞として5万円。参加したくなる。ぜひぜひ参加してもらえればといった感じなんですけども、ただ先着20名となりますので、こちらも早い者勝ちなので、ぜひお早めにご応募ください。はい。さて、概要についてはなんとなく分かってきたような感じがするんですけど、細かい部分についてもうちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか？はい。で、こちらの資料にですね、お題って書かれているんですが、このお題って何ですか？はい。斉藤さんは、なんか素敵なイラスト描いてくださいって頼まれたらどうします？素敵、素敵なイラストですか？なんかちょっとぼんやりしてるので、いや、素敵なイラストってどんなイラストだろうってちょっと迷っちゃいますね。そうですよね、はい。どんな作品を描けばいいんだろうって、まずそこで迷ってしまう方が多いかなと思ったので、今回の漫画賞に応募する人も、まずそこが一つのハードルになるんじゃないかなと思っております。なので、このお題を参考にしていただいて、こういう方向性作品描いてみようみたいな感じに決めていただくっていう使い方をしてもらえればいいかなと思っております。もちろんこのお題を使わず、もう自分の描きたい作品を描いていただくっていうのももう全然 OK ですので、ぜひうまいこと活用していただきたいなと思っております。確かにプロとしてもお題が具体的にあった方がね、やりやすいかもしれませんね。はい。さて、熊猫杯についていろいろ語ってまいりました。これまでにね、ない要素が盛りだくさんのショーだったんですが、赤坂さんから何か補足事項はありますでしょうか？はい。今回こういう感じで、斉藤さんの動画に参加させていただいたということもありますので、ここはぜひ斉藤さんに作品を選んでいただくという斉藤直樹賞を、斉藤直樹賞、はい、今回10万円分ご用意させていただきましたので、ぜひ斉藤さんには気になった作品を一つ選んでいただければと思います。10万円分選んでいいんですね。はい、素敵な作品選んでくれると期待してます。頑張って選びます。よろしくお願いします。いやー、ありがとうございました。お話を聞けば聞くほど変な漫画賞でしたね。はい、なんだか面白いことになりそうです。はい、この動画が公開されている頃には募集開始しております。ニコニコ漫画への投稿で最低4ページから大丈夫ということなので、プロとして漫画を描いている人は参加してみてはいかがでしょうか。詳細は熊猫杯の公式サイトに記載されております。概要欄にリンクを貼っておりますので、応募してみたいと思った人、どんな作品が応募されるか読んでみたい人、なんだか気になっているという人はぜひ見に行ってみてください。赤坂さんからも何か最後ありますでしょうか？はい、先ほども言ったように、この漫画賞はニコニコ漫画に投稿するという形をとっていますので、皆さん自由にご覧になって自由にコメントしてください。編集部の人たちもコメントを見ながら受賞の参考にしたりもしてたりするので、ぜひ皆様たくさんのコメントよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この動画は角川さんの提供でお送りしました。赤坂さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご応募お待ちしてます。お待ちしてます。